子供たちを可愛がる理想の父、そしてその父がもし殺人鬼だったとしたら、遡ること22年前の2001年5月2日、アメリカ・テキサス州。じゃあフェイスとリバティのことよろしく頼むわね。ショッピングモールの駐車場で元夫のジョン・バッタグリアに娘2人を預けたその女性はメアリー・ジーン・パール。彼女の2人娘フェイスとリバティは離れて暮らす父親バッタグリアと夕食を食べることがよくあったんです。ただこの日のバッタグリアはそんな娘2人を前にしてどこか悲しそうな表情をしていました。メアリー、礼を言うよ。フェイスとリバティとはもう会えないと思っていたから。そう、実はこの日とある事情からバッタグリアに逮捕状が出されていました。そこで元妻のメアリーは最後に娘に会いたいという彼の願いを叶えることにしたんです。しかし、パパお願い、やめて。数時間後、メアリーは電話越しに明らかな異常事態を訴える長女フェイスの声に青ざめた顔をしていました。そして次の瞬間、メリーフッキンクリスマス。元夫バッタグリアのその言葉と同時に無数の銃声が鳴り響いたんです。父との最後の晩餐の最中に起こった悲劇。なぜ父親は愛する幼い娘たちの命を奪ったのか。その凶行の裏に隠されていたのは理不尽に燃える復讐の炎だったんです。おそす、ツボが浅い人が好みです。ケンちゃんです。でアピールしてんのみやみやみたです。募集中ってこと？アピールじゃないんですよ。思うんすよ。仕事してても。周りを元気にする人、組織にいると、こっちも元気をもらえるなというね。それツボ浅い人なの？パワフルな人ね。そうなんですよ。逆もしかりなんですよ。暗いやつってね、周りも暗くするんですよ。皆さんもね、前者が良くないですか？うざいっすよね、今日の挨拶。じゃあ、やっていきましょう。本日ご紹介するのは、アメリカ・テキサス州で起こった、実の父が娘2人を殺害してしまう事件なんです。この事件、恐ろしいことに、殺す前ね、実はその父親、めちゃくちゃ小煩悩だったことで知られているんです。大好きな娘たちなのになんで殺しちゃうわけよ。果たしてね、この犯人の男の家族しか知らない一面とは何だったんでしょうか。偽りの人格者。遡ることおよそ22年前の2001年5月2日、アメリカ・テキサス州北部の都市ダラス。ショッピングモールの駐車場で何やら思い詰めた表情をしているその男はジョン・バッタグリア。実はこの日、とある事情から彼には逮捕状が出されていました。お願いだ、最後にフェイス、そしてリバティと食事をさせてくれないか。そうやって逮捕前のせめてもの願いを元妻メアリーに告げたバッタグリア。彼は元妻が娘たちを連れてこの駐車場へ現れるのを待っているところでした。一見してただ娘を愛する父親に見えるこの男が一体どんな罪を犯したというのか。1991年4月6日、ジョン・バッタグリアはこの日、妻のメアリーと結婚しました。僕が必ず君を幸せにするよ。その言葉通り、バッタグリアは閑静な住宅街に豪邸を建て、妻メアリーとの幸先のいい結婚生活をスタートさせます。公認会計士を務めるバッタグリアは比較的裕福で、周囲からは非常に頼りがいのある夫と見られていたんです。そして結婚の翌年には長女フェイス、その3年後には次女のリバティが誕生。小煩悩でたびたび娘たちを遊びに連れ出すバッタグリアのその姿から誰が彼に逮捕状が出されるなど想像できたでしょうか。ここまで見てると面倒見めちゃくちゃいいし、どこに問題あるかわかんないんだけど。ほんとね、外から見るとめちゃくちゃいい夫というか、そういうイメージがあるんですけど、わかんないっすね、外からだけだと。それから時は流れ、バッタグリアと妻メアリーが結婚9年目を迎えた1999年12月。クリスマスを迎えたその日、バッタグリアはテキサス州ダラスのハイランドパークに立つある一軒家を訪れていました。しばらくして玄関の扉を開けたのは妻のメアリーでした。やあ、フェイスとリバティは元気かい？嬉しそうにそう尋ねた夫バッタグリア。そう、実はこの年に入ってから妻メアリーは2人の娘たちを連れ、バッタグリアと別居していました。バッタグリアはこの日、久しぶりに娘たちに会いに来たんです。ただ、浮かれ気分の夫バッタグリアとは対照的に、妻メアリーはどこかうんざりしている様子。その理由はすぐに明らかになります。おい、てめえ、さっきからその態度はなんだ？お前なんか文句でもあんのかよ。機嫌よく娘たちと遊んでいたかと思えば、急に態度を変え、妻メアリーに向かって怒鳴り始めた夫バッタグリア。そう、夫婦が別居している原因はこの男のモラハラ。
バッタグリアは2人の娘を溺愛する一方で、結婚後の早い段階から妻メアリーには辛く当たるようになっていたんです。妻メアリーは実に7年もの間、夫のその態度を我慢していたんですが、この年に入ってついに耐えきれなくなり、彼の元を離れたんです。結婚してすぐ豪邸も建ててさ、めちゃくちゃいい夫じゃない？裏はめちゃくちゃ罵ってたってこと？そうなんですよ。実は外から見ると人格者に見えるっていうのは、モラハラをね、する人の特徴の一つでもあるんですよ。そうなの？というわけで本日のメトラキーワード、モラルハラスメントについて。モラルハラスメントとは、フランスの精神科医マリー・フランス・イルゴイエンヌが提唱した概念で、言葉や態度による精神的な嫌がらせのこと。その定義には第三者から見て嫌がらせをしているとわからないことも含まれるんです。モラハラ加害者は多くの場合、幼少期にトラウマを抱えており、他者を支配することでそのコンプレックスから目をそらそうとします。他者の欠点を暴き立て、自分を優れた人間に見せようとする傾向があるため、傍から見ると人格者に見えることも多いんです。かねてから妻メアリーにモラハラを行ってきたバッタグリア。そしてバッタグリアが娘たちに会いにやってきたクリスマスのこの日、彼に逮捕状が出されるきっかけとなる出来事がついに起こってしまうんです。フェイスとリバティを引き離した上に嫌そうな態度を取りやがって、誰のおかげで暮らしてこれたと思ってやがんだ。バッタグリアはそう叫ぶと、鬼の形相で妻メアリーに暴行を加え始めます。そう、バッタグリアのモラハラはこの日ついに肉体的な暴力へとエスカレート。妻メアリーの通報で暴行罪に問われた彼は2年間の保護観察を言い渡されるんです。さらに2000年8月にはバッタグリアと妻メアリーの離婚が成立。しかしそれでもなおバッタグリアは元妻への嫌がらせをやめず、2001年5月ついに逮捕状が出されることになったんです。モラハラだけだと逮捕ができなかったけど、とうとう手を挙げたわね。でもさ、バッタグリアはめっちゃくちゃ娘たちのことを愛してたのに、そこは解決してないじゃん。なんで娘たち本当にね、可愛がってたんです。手を挙げたの？この後のね、バッタグリアの犯行は、娘たちへの愛情とは一切関係のない嫌がらせだったんです。究極の嫌がらせ。2001年5月2日、逮捕状を出されたバッタグリアは元妻メアリーに対し、娘たちと最後のディナーをしたいと申し出ました。メアリー、今まで本当にすまなかった。すべて僕の責任だと理解しているよ。だからせめて。そう懇願するバッタグリアを前に、メアリーはその頼みを断ることができませんでした。彼は娘たちに手を挙げたり、暴言を吐いたりしたことは一度もないもの。娘たちにとってはいい父親なのよね。元妻メアリーは自分にそう言い聞かせ、長女フェイスと次女メアリーをそれぞれバッタグリアに預けることにしたんです。バッタグリアは将らしい態度っぽい感じだけど、預けちゃったら危ないんじゃないの？そうなんですよ。元妻のメアリー、バッタグリアに娘を預けたこと、数時間後に後悔することになるんです。元夫のバッタグリアに娘2人を預けたメアリーは、その足で友人宅を訪れていました。彼女は友人と談笑しながら、娘と元夫のディナーが済むまでの時間を待っていたんです。そんな最中のこと。あら、夫から留守電が入っているわ。どうしたのかしら。そう言って留守電を再生したメアリー。すると、聞こえてきたのは元夫と一緒にいる長女フェイスの声でした。ママ、この留守番電話を聞いたらパパの携帯にかけ直して。震えた声で話す長女のその様子に嫌な予感を覚えたメアリーは急いで元夫のバッタグリアへと電話をかけ直しました。するとまたしても電話口から聞こえてきたのは長女フェイスの声。ママ、パパがね、ママにこう聞きなさいっていうの。ママはそんなにパパを刑務所に入れたいのかって。娘のその言葉に血の気の引く感覚を覚えた元妻メアリー。この時彼女が感じ取ったのは、自分への暴力を警察に通報されたことに対する元夫バッタグリアの底知れない恨みでした。フェイス、リバティ、今すぐ玄関に向かって逃げて。元妻メアリーがとっさにそう叫んだ次の瞬間、メリーフッキンクリスマス。元夫の狂ったような叫び声とともに銃声が鳴り響きました。つまりバッタグリアが娘たち殺したのを奥さんが警察に通報したことに対する嫌がらせというか腹いせというか、そんなくだらないことなわけ。そうなんです。そしてね、バッタグリアは自らの手で娘たちを殺めておきながらも、その後娘たちへの愛情を示す謎の行動に出るんです。元夫との電話越しに銃声を聞いたメアリーはその後すぐに警察へ通報。警察が元夫バッタグリアの自宅へ駆けつけると、そこには長女フェイス、次女リバティの遺体が転がっていました。2人の娘はそれぞれ頭や胸などを複数回撃たれ即死していたんです。そして2人の娘を殺害した張本人のバッタグリアは、よう、タトゥーを彫ってくれ。デザインは2本のバラがいい。にやけた表情でタトゥーショップの店員にそう告げた男は、そう、バッタグリアだった。彼は2人の娘を殺害した後、バーでしばし酒をたしなみ、ほろ酔い気分でこのタトゥーショップを訪れていた。そして店員がタトゥーを彫り始めると、バッタグリアは引き続き上機嫌な様子でこんな話をした。俺には娘が2人いた。この2本のバラは、亡くなった娘たちの弔いなんだ。
そうでしたか。娘さんたちも子供思いなお父さんに恵まれて幸せだったでしょうね。バッタグリアこそがその娘たちを殺した張本人などとは店員には知る由もない。しばらくしてタトゥーを掘り終えると、バッタグリアは満足げな様子でその店を後にした。その日の午前2時、タトゥーショップを後にした犯人バッタグリアは家路に着くその道中で4人の警察官に身柄を取り押さえられ逮捕されることに。一方その頃、元妻のメアリーは自宅の電話に届いていた留守番電話に戦慄していました。おやすみ、僕の可愛い娘たち。君たちが母親とは何の関係もなければよかったのにね。そう、バッタグリアは娘たちを殺害したその直後に元妻メアリーの自宅へ電話をかけ、彼女への最大限の皮肉と呼べるそのメッセージを残していたんです。何これ、奥さんが通報しなければ娘たちの命は助かったって、奥さんが全部悪いみたいなこと言ってんの？全部自分が悪いのに？何よこいつマジで。一家の主である自分の意見は正しくて、妻の意見は二の次で自分が言ってること全部正しい。クズ男じゃん。そう決めつけてるヤバいやつなんですよ。そしてね、バッタグリアのね、モラハラとか DV、メアリーだけが被害者ではなかった。そんな彼の恐ろしい本質、そして過去とは。愚かなプライド。1955年、犯人のバッタグリアはアラバマ州の都市エンタープライズの軍事基地で生まれました。幼少期のエピソードは明かされていないんですが、バッタグリアは21歳の頃に大学を中退、海兵隊へ入隊し、軍曹の地位まで上り詰めているんです。除隊してからは公認会計士となり、社会的に一定以上の評価を得続けている男でした。そんな彼は後に妻となるメアリーと出会う6年前、30歳の頃にも一度結婚していました。その最初の妻、ミシェル・ゲッティとの間でも、実は多数の問題を起こしていたんです。何？家の中に突如響いたガラスの割れる音に慌ててその場へ駆けつけたバッタグリアの前妻ミシェル。割れた窓の外ではバッタグリアが意地悪な笑みを浮かべこちらを眺めています。そう、バッタグリアはこの前年ミシェルとトラブルを起こして離婚。以来彼女の家に石を投げ込んだり、たびたびいたずら電話をしたりと度を超えたストーカー行為を繰り返していたんです。当然のごとくミシェルは警察へ通報。犯人のバッタグリアは2件の暴行罪で起訴されることになるんですが、まだここはなんかあんの？実はね、この後に及んでね、バッタグリアは妻に対して信じられない行動に出るんです。俺は社会的信用のある人間なんだ。お前は俺の人生を台無しにするつもりか？その日、娘の送り迎えをしていた前妻ミシェルの前に怒りをあらわにしながら姿を現したバッタグリア。なんと彼はミシェルを脅して起訴を取り消すように迫ったんです。そしてこの時前妻ミシェルは暴行を受け鼻を骨折。結局この一件でバッタグリアは有罪となり、この時も2年の保護観察処分を言い渡されるんです。このように犯人のバッタグリアは前妻ミシェルとの生活の中でもモラハラと DV を繰り返している男だったんです。海兵隊でもその後の社会生活でも一定以上の社会的地位を手に入れたバッタグリア。彼が妻を虐げる理由はいつも自身のプライドを守るためだったように思います。軍人の父に育てられた彼はその素養を身につける暮らしの中で何らかの脅迫観念を植え付けられていたのかもしれません。娘たちを殺害した理由も自分のプライドを傷つけられて仕返しせずにいられなかったってことなのかしら。そうなんですよ。娘たちをね、可愛がっているようにも見せかけて、実はね、自分のプライドの方が優先されてたんです。人格者だっていうのも、人からの目とか気にしすぎた結果、人格者に見える行動をとっていたのかもしれないんですよね。結局、娘2人を殺害した罪で有罪となったバッタグリアに下された判決は死刑。そして16年後の2018年2月1日、薬物投与による死刑が執行されることになります。死刑執行前には、刑務所までその死に様を見届けに来た元妻メアリーの姿も。犯人のバッタグリアはその姿を見つけるなり、こう言い放ちました。ようメアリー、死んだらまた向こうで会おうや。彼は自分を通報した元妻メアリーのことも地獄へ落ちるべきだとも言うのでしょうか。裁きを下されてなお反省せず、愛した相手を見下すその態度に怒りを感じずにはいられません。